もちろん、もうチームロッシーはに限ってはピットも別ピットなんですよ。世界戦ってピット用意されないですか、テントで、はい、あそこにいないんですよ。みんないないんですよ。隣にでっかいコンテナみたいな車なんですよ。車でコンテナみたいな車があって、レーランもついてて、で表にプロレスラーいるんですよ。入れないようにガードマンに。すごいですね。ジョークじゃないですよ。ジョークじゃないですよ。本物のプロレスラーがいるんですよ。ガードマン。もうびっくりした。チームロシが着てるんですよ、服。じゃあその中で一番記憶に残るレースってあります？今までで。いろんな記憶の残り方があるんですけど、はい、じゃあこれを言いたいみたいな。じゃあ2つ挙げるんですけど、はい、1つがすごく長いので、はい、2つのうち1つだけ細かく説明しますね。はい。2つのうちの1つは一流の世界戦、一流の世界戦、もう一緒にがっつりやりましたね。覚えてるでしょ。あの時の印象はすごく大きい。でもごめんなさい、ちょっと口挟むんですけど、あの時あれですよね、雨すごかったじゃないですか。で、なんとしてでも体を動かそうと思ってラジコン以外ないかなっつって2人で卓球やったんですけど、4時間ぐらい卓球やりすぎて、まさみさんの足の裏が皮をむけたっていう。それで皮のむけ方が、普通皮ってペロってこう、10ミリとかペロッとめくるじゃないですか。ペロってそうじゃなくて全部めくれてね、ペロッ、おお本人がびっくりして、まあ本当そういう。裸足の方がグリップいいんですよ。そうですね。で、あの時に北川さんっていたじゃないですか。で、北川さんが昔卓球のすごい人で、じゃあ北川さんとやろうっつったら、でこっちは4時間練習して、よしこれでいけるっつって北川さんがパッて来てやったらプロ負けっていう。めっちゃしらけましたね。卓球ってこんな面白くないもんかなって。いや本当にあの時はショックでしたね。2人結構いい勝負してて、でも4時間もやり続けるってよっぽどいい勝負しないと、いやそんな続かないじゃないですか。片っぽがうまかったら超やりましたよね。結構いい勝負してて、僕の小学校の卓球部やってたんですよ。僕もそうだったんですよ。でそこそこの下手くそなりにもそこのスキルじゃないですか。そうですね。結構楽しくやってて、足の皮めくるぐらい、もう足がくるみたいなのやってて、靴だけだってなるんですよ。めっちゃうまいやつが来て、もうスコスコいられたらすんごいつまんない。すっごいつまんないやつ。一気にテンション下がったりね。してましたね。それなんかマスクラ君の YouTube でも話してましたよね。してました。それで学校行ってるんですよね。そうです。昔なんか大学じゃなくて高校のなんか、そうはい、国体かなんかですよ。そう、確かそうですよね。そのメンバーですよ。そんな人に勝てるわけないですよね。待って、よく考えたらラジコンもそうで、なんなら舐めてますよね。ラジコンで言う初心者がまさみさんに俺勝てるしとか言って勝負入れるんだと思うんですよ。だってそうなんですけど、見た目にそんな卓球やりそうな感じ見えないからね。まあ確かに見えない。本当にそれ本人も言わないし、そんな素振り一切見せないし、でこれ言ったらちょっと失礼かもしれないですけど、こう見た目動けるようなもう体しないじゃないですか。そう、実際に卓球やってても動かないのに、もうなんかちょっとボールの添えてがいくよね。あれすごいよね。あれはすごい。でも動いてるんですよ。ちゃんと見てる。スマッシュする時とか、もうなんかフォームとかめっちゃ綺麗で。そう。でもね、すげえと思って。こっちしかないですよ。こっちしかない。こっちないんですよ。こっちっていうかバックハンド。バックやらないですよね。だでしょ。こっちだけで全部触って。全部こうやってこうやってこの人こんな動ける。全然手の内見せない。俺たちコッパみじんだったよね。だから変にカーブかかってるとか。僕らもこう思いっきりカーブやってるんですけど、全然ちょっと違うね。プロのレベルはね。でここちょっと話それちゃったんですけど、記憶に残るです。まず1、2の、記憶に残る。本当に元の話で忘れてて。元の話忘れてて。これは
また機会があったらね、まあそのそうです話は長くなるんで、したいそうですねです。で、それが2番目に記憶に残る話だったんです。1番目に記憶に残る話は、やっぱアメリカでの世界選手権で優勝した1991年のデトロイトのオフロードの世界選手権ですね。はい初めてない。僕生まれてないです僕生まれたの1993年なんで1991年ってことは、3回目4回目の世界戦チャンピオン一番初めは1985 8年。年5年7年ですよね。1900僕が優勝したの。優勝した話。はい。はい。優勝して89年で両方優勝してダブルタイトル持っての挑戦だったんです。はいはいはいで当時はチームロッシーとチームアソシエイテッドっていうアメリカの2大チームがガッチンコやってた時なんですよ。ああ、覚えてます覚えてます。動画で見ました僕。で僕がアソシエイテッドに入って、でチームアソシでやるんですけど、はいまあ、チーム横持っていう看板を背負ってて、はい2枚看板背負っての大会あで両方チャンピオン持ってて、はいもう僕に対してのマークはもう超きつくて、まあそうですね。あん時ってすごかったですもんね。もうちょっと想像を絶するぐらいにガチンコやってたんですよ。はい。でその時にチームアソシエイテッドは新しい車をステルスカーを用意していて、はい数台しかないんですよ。はいでそのうち1台僕もらってて、はでチームロッシーも新しい車を作ってきていて、いはい。でお互いに絶対見せるなって話があってもう隠してもちろん、もうチームロッシーはに限ってはピットも別ピットなんですよ。世界戦ってピット用意されないですか、テントで、はいあそこにいないんですよ。いやみんないないんですよ。隣にでっかいコンテナみたいな車なんですよ。車でコンテナみたいな車があってレーランもついてて、で表にプロレスラーいるんですよ入れないようにガードマンにすごいってジョークじゃないですよ、ジョークじゃないですよ。入れない本物のプロレスラーがいるんですよ、ガードマン。もうびっくりした。チームロッシーが着てるんですよ、服で中20人ぐらい入ってて、はい。で僕らはこうなんかタオルで隠したり、もうみんなでガードして、でとにかく車がひっくり返っても相手チームには絶対起こさせるなって言って、僕らが走るときはもう4、5人の味方がコースの周りを走すってげえな。絶対起こさせない。ありましたね。でロッシーの連中が走るときも4、5人立つから、10人ぐらいマルシャがいるんですよ、練習なのに。それで絶対相手チームの前で転んじゃダメなんですよ。触られるから。ああ、そういうことですね。そのぐらいガチガチやってた時すごいにんだな練習日にアソシエイテッドの車が調子悪かったんですよ。はい新しい車作ってきたんですけど、はいそのスポンサーがトリニティがメインスポンサーをやっていて、トリニティのとロッシーっていうのはすごく仲が良くて、はいロッシーのメンバーはみんなトリニティモーター使ったんですよ。はい。なのでもう雰囲気がトリニティレースなんですよ。ものすごいアウェーなんですよ。はいでなんでアソシエイテッドの車が調子悪かったかというと、新しいロッシーの車に合わせたコースだったんです。あで新しいロッシーの車って今でスリッパークラッチのところにオイルを入れてハイドラとかいう優れたギアを作ってきたんですよ。それですごいギャップに強いんですよ当時。あーはいはい。ギャップはすごくいいんですよ。どうしてコースにフロントのストレートがあるんですけど、ホームストレートがちょっとへの字になってるんですけど、20メーターぐらいあって、そこにジャンプが20箇所ぐらいあるんですよ。勝てるわけがもう一度みたいな。絶対勝てねえし。信じられないようなレイアウトだったんですよ。はボッコボコなんですよ。もう見たことないような。い。もうこれはアスジでかなわないっていう。もう練習の時からロッシーの車はもう1周目からすごい調子いいんですよ。バン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 って綺麗に行くんですよ。で僕らはそのなんか前転ですよ。これはちょっと不可能に近いもうっていう。信じられないぐらいビデオはありますけどね。はい見てもらったら分かるんですけど、すごいボコボコで。まあこのなんかビデオはまさみさんの方で載っけてほしいですね。まあそんな中ちょっとはしょりますね。はしょるんですけど、そんな中でアソシエイテッドは現場で電話帳を調べてバネ作れるかじゃないかって探してバネ作ってるんですよ、現場で。でドロイトでげえ。その場すごいですね。で僕はそこで印象に残ってるっていうのは、僕はアソシのメンバーでもあり、車を提供してもらってるにもかかわらず、そのチームアソシエイテッドが数時間ごとにミーティングするんですよ、はい15名ぐらいで。
はい呼ばれないんですよ、そこに。あれそれはそこで悲しいでしょ。悲しいですね。やっぱり前回チャンピオンになってるってこともあるし、横も所属してるってこともあるんで、はい、やっぱりちょっとこう壁があるんですよ。まあそうですね、壁がありますね。勝手にやれみたいな。はいまあそれはちょっとすごく悲しくて、はいで、いや呼ばれないんだなと思って言いながら、みんなミーティングでバネ作って、もうみんなセットも共有してやってるんですよ。で一人だけ違う。一方僕一人で、僕のチームもあるんですよ、はい横もこういっぱい行ってて、はでも僕にしか車がないんですよ。だから誰とも僕はセットの共有ができ合わせられない。でその中でタイマーが僕が圧倒的に速いですよなぜか。そしたら僕がたまたま持って行っていた、日本で調子の良かったカッパースプリングっていうのがあるんですけど、スプリングバネがすごく合っていてコースに、はいはい、で横浜が作ったちょっと台形のタイヤがあるんですけど、そのタイヤがものすごいコースにパンチしてたの、もうまぐれで当たったんじゃないかってぐらい良くて、で僕の車だけ他のアソシのメンバーよりも1周で1秒とか2秒速いんですよ圧倒的に速いですよ。でロッシーの新しい車、新しいタイヤよりも僕の車の方が速くて、はい、圧倒的ですよ。そう、それで僕はずるくてそのまま黙って勝って帰ってくればよかったんですけど、人が良くてアソシのメンバーにそのバネとかタイヤとかもうあるだけ渡したんですよそしたらみんな速くなっちゃった。だからみんな速くなって、そうするとね、また一気にこう形勢が変わって、もう今までこうちょっと相手にされなかったんで、まさみって来て、もうめっちゃ友達増えたんですよ。だからやっぱり物って大事だなって。いや、それ大事ですね。それね、決勝の時はやっぱりかといってもそんなぶっちぎりで勝てるなんてまずなくて、バトルになるわけですよ。でそんな時でもやっぱりアソシのメンバーががっつりと横本と組めたことによって、その決勝の中でもやっぱファイトあるわけですよ、前の方でも。そういうところでもちゃんとガードしてもらったり、あとまた逆に僕がガードしたりして、結局最終的に横本アソシエイトが1勝ずつしたんですよ、そのじゃあすごいいいアウェイの中でいい完全勝利したと。いいっすね。まあそういうレースがやっぱ一番記憶に残ったってことですね。特にアメリカで勝てたっていうのが大きいです。確かにアメリカのオフロードはなかなか勝つの勝てないでしょ。僕アメリカで勝ったレースが一番多いんですよ、世界選手権の中で。そうなんですよ。アメリカは結構相性いいんですね。相性がいいかわからないですけど、まあそうなんですよ。僕も確かにアメリカだと相性いいですね。アメリカってなかなか勝てないですよ、レベル高いんで。確かにそうは特にオフロード。オフロードはやばいですね。もう僕も記憶に残りますけど、オフロード最終ラップで車が壊れちゃうっていういや逆に記憶に残る、まあ記憶には残ってると思うんですけど、逆に辛かったレースみたいな、その今のその2個ももちろん辛かったっていう言い方もあれば、2番目が一輪ので、1番目がアメリカがやっぱりやっぱそうなんですね。アメリカのオフロード、リーディレース。うわー、リーディレースな。はい。何がありました？僕当時日本のランキング1位だったんですけど、みんな速くて、そうですよね。全然ついていけなくて、本当に辛い思いしましたね。もうレースやるのが嫌になってくるぐらい、こんな違うのっていうぐらい全然違いましたよね。のレベルの差を見せつけられた時は辛かったです。はい、こんな感じで今4つほど質問をして、このぐらい結構長く話してたんですけど、この今質問した内容は、自分の身内とか自分で考えたやつをこう凝縮させて質問した形なんですけど、多分皆さんね、まさみさんとかにまさみさんが僕に質問したいこと多分あると思うんで、あんなことこんなことまさみさんに質問と聞きたいことがあれば、コメント欄やメッセージいただけたらいいと思います。でまさみさんの方から告知じゃないですけど宣伝の方が多分あると思うので、今ちょっと宣伝ここでお願いします。本の宣伝です。本の宣伝お願いします。はい。ラジコンを始めて40数年
いたしまして、ここで少し時間ができましたので、日々執筆活動をしています。僕が書くことというのは、ラジコンのことしかないんですけれども、小さい頃から、始めて世界チャンピオンになるまで世界各地を回っていろんな経験をしたその経験談、そしていろんな人に出会いました。その出会いの中で特に印象に残っていることなどを、本にまとめて、出版しました。1巻、2巻、3巻となります。Amazon の電子書籍なんですけれども、出版しましたので、いただければと思います。よろしくお願いします。皆さんぜひまだ読んでない方はよろしく見てみてください。こんな感じの対談じゃないですけど好評だったら、また2回目やりたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございます。うわ、緊張する。すごい緊張してる。そんな緊張してんの？はい、皆さんこんにちは、松川直人です。今日はですね、スペシャルゲストを呼んでいます。登場していただきましょう。広坂まさみさんです。初めから行こうよ。せっかくやから初めから行こうよ。ただ僕はただ喋ってて、まさみさんが誘導してくれてたんで、今これ僕のチャンネルですけど、僕のチャンネルですけど、もう途中で切り替えたら、こっからまさみです同じ画面でね。撮ってんの？いや、高橋さん、これなんかピックアップされた。おまけで使いますから、ピックアップされた。こういうとこおまけで使いますからね。